これでわかるポール・セザンヌ。続く20世紀の美術に大きな影響を与えた画家として近代絵画の父と言われています。ユーロ導入前の最後の100フラン紙幣にもなっています。1839年、南フランスのエクソアン・プラバンスに生まれる。美しい自然に囲まれた田舎町で、セザンヌは少年時代にエミール・ゾラと知り合い、二人でたくさんの時間を過ごします。エミール・ゾラはこの後有名な小説家になります。仲良くなったきっかけですが、ゾラがいじめられているところをセザンヌが助けたことからでした。その翌日、ゾラからカゴいっぱいのリンゴが送られてきます。セザンヌはリンゴの絵が有名ですよね。気難しく人付き合いが苦手なセザンヌにとってゾラはかけがえのない友達でした。父親は裕福な銀行家で、父の希望でエクス法科大へ入り法律を学びます。法律を学びながらも大好きな絵は描いていました。父の別荘にこの絵を飾っています。こちらの作品、レベヌマンを読む父。レベヌマンは絵画など芸術も扱った革新的な新聞で、友人のゾラが前衛芸術を擁護する記事なんかも出していました。保守的な父はリベラルなこの新聞を嫌悪していました。父に絵の中でこの新聞を持たせたことは、画家になることを認めてくれないことへの皮肉だったのかもしれませんし、後ろに飾ってあるセザンヌの絵らしいものを描いていることを考えると、父に認めてもらいたいという気持ちだったのかもしれません。パリに移り住んでいたゾラからセザンヌ宛てに手紙が届きます。勇気を持て、まだ君は何もしていないのだ。僕らには理想がある。だから勇敢に歩いていこう。とありました。セザンヌは絵の道へ進むことを望みます。1861年、父を説得しパリに行きます。父の仕送りで生活をしながら私立の画塾アカデミーシュースに通って絵の勉強をしました。そこで画家カミーユ・ピサロに出会います。この出会いはセザンヌにとってとても大きなものでした。ドガやマネら他の印象派の画家たちとも行動を共にし、第1回と第3回の印象派展に出品します。ただ、セザンヌの性格は偏屈で、不愛想で喧嘩っ早いという感じだったため、画家仲間に嫌われます。ピサロを除いて。ピサロは外に出ようとセザンヌを連れ出し、一緒に絵を描きました。しかし、セザンヌの作品が評価されることはなく、サロンにも出品し続けますが、落選が続きます。結局、パリに馴染めず、故郷のエクスとパリを行ったり来たりします。1869年、後の妻となるお針子をしていたモデルのオルタンス・フィケと知り合い、恋に落ちます。しかし、セザンヌは厳格な父を恐れて二人の交際は秘密にしていました。父を怒らせると仕送りが減らされるかもしれなかったためです。1870年に不仏戦争が勃発。戦火を避けて南仏マルセイユ近郊のエスタックに移り、2年後パリコミューンの混乱が落ち着くとパリに戻りました。この年、オルタンスとの間に息子ポールが生まれました。ややこしいのですが、名前が同じで2人ともポール・セザンヌです。セザンヌは生まれたばかりの息子を連れて、ピサロと共にパリから近いポントワーズに移り制作します。ここでアマチュア画家の医師、ポール・ガシェや絵の具商タンギー爺さんことジュリアン・タンギーと出会います。父との関係は悪化し、1878年毎月の送金を半分に減らされ、ゾラにお金を借りたり、絵を代金代わりにタンギー爺さんのところで絵の具を買ったりしていました。1882年、43歳で初のサロン入選を果たす。その4年後、幼馴染の小説家エミール・ゾラが小説で自分を中傷しているとして2人は絶交します。これはセザンヌにとってとても大きなことでした。ですがこの後もゾラとの思い出があるリンゴの絵はいっぱい描いています。むしろ増えています。1890年後半になると次第に評価が高まり、晩年は作品が高値で売れるようになります。1900年パリ万博の際に開かれたフランス美術100年展に他の印象派画家たちと共に出品。2年後、エクス郊外にアトリエを構えます。この頃、サント・ビクトワール山をたくさん描いていますし、晩年の大作、大水浴図などにも力を注ぎました。1904年からサロン・ドートンヌに続けて出品。
この頃、画家エミール・ベルナールに出会います。ベルナールは1904年に X のセザンヌのもとに1ヶ月ほど滞在し、後に回想のセザンヌという著書でセザンヌの言葉を紹介しています。1906年9月、ベルナール宛ての手紙でセザンヌは、私は年を取った上に衰弱している。絵を描きながら死にたいと願っている。と書いています。その年の10月、屋外で制作中に大雨に打たれて体調を悪化させ、肺炎のため亡くなりました。67歳でした。こちらの絵をご覧ください。これ、ちょっと不思議な絵だって知ってましたか？現実に置かれた状態をそのまま描いたわけではないんです。こちらのオレンジが入っている器とリンゴのお皿の向きが違いますよね。普通に考えたらこのリンゴは落ちてしまいます。これはセザンヌが編み出した多視点と呼ばれるもの。上から見たり横から見たりしたものを一度バラバラにして画面上で再構成するという方法です。これは後にブラックやピカソに影響を与え、キュビズムという多視点を使ったムーブメントにつながります。この絵、真ん中の1個のリンゴの存在を大きく感じませんか？このリンゴを強調するために、ここを軸に画面構成を考えられていて、不安定なはずが安定しているように感じられるのです。なんとも不思議な面白い絵ですね。お疲れ様でした。では最後にセザンヌの他の作品を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。